で売れるような状況にまでなっています。This is the decline of the wild storks. この下がってるの図がですね、ストークが、つまりコウノトリが1925年あたりからずっと減っていって、ついに1960年代に絶滅したという図であります。This is the birds released from captivity. で、上へ登っていく線が、これが人工捕食で成功して徐々に野生に放たれていって、どんどん個体数が増えていった点線の図でありまして、And these are young storks produced by wild parents. それで黒い線は2005年あたりから野生に放たれた野生のペアがですね、卵を産んで自ら育てて増えている幼鳥、野生の鳥の数の増えている図であります。So these are dark area are the released birds, and these are birds produced in the wild. 濃い青のところが捕獲されたのが育てられて野生に放たれた数ですね。それから薄い青が野生に放たれたペアが子供を産んでいる新しい野生の個体群ということになります。And hundreds of thousands of people come to this area to see the storks. That brings a lot of money to the local economy. そしてそのコウノトリを見るために何十万という人が毎年ですね、この地に来て、そして鳥を見ます。それはかなり膨大な経済効果も生み出しているわけです。This peak was when they started breeding in the wild. They wanted to see the babies. で、一番多い見学者が来た数は、その野生のコウノトリがペアを組んでああやって大きな巣を作って卵を産んでヒナを育てる、それを見たいという時に数がジャンプしてるわけです。And I hope they come and start breeding up in Hokkaido as they spread out. まあこれがどんどん全国にですね、昔のようにコウノトリも次第に拡散していくということになれば、いずれの日か北海道にもですね、コウノトリが巣を作るようなことになるということを期待しております。The Toki, what a wonderful story. トキもこれ素晴らしいストーリーがあります。They were found all over Japan and East Asia, but reduced, completely wiped out for various environmental reasons. トキも素晴らしい鳥で、日本全国にいましたし、それからアジア大陸にもたくさんいましたけれども、佐渡島を除いて絶滅しました。それでひどい話が悲惨な話だったわけですけれども、 In 1974, I discovered 4 birds on the Korean demilitarized zone. しかし1974年に私が韓国へ行って、その非軍事地域の時にそこへ行った時に、4羽のトキがいるのを発見しました。By 1978, there were no birds. 4年後の78年にはもう鳥は見られ消えてしまいました。But in 1979, I went to China and I brought 100 great large pictures of these birds and gave them to my Chinese colleagues and said, can you send these out all over China to see if you can find some Toki? で、1979年ですね、その前の発見した時に撮った写真、それをコピーをですね、100枚ぐらい撮って、その時の写真をですね、中国に行った時に中国のその同僚たちにですね、それを配って、これをその昔中国にもトキがいたわけですから、それをその一帯の鳥の専門家たちに配ってですね、そしてもう一回まだいるかもしれないので探してもらいたいと依頼して、それをみんなに配ってもらったわけです。And I came to Tokyo and talked about
our efforts in Korea. そして、その後東京に来て NHK に出演してですね、そういうアジアなんかの時の保護とかそういう活動についてのいろんなお話をしました。And in 1981, they found 7 birds in this remote valley in China. で、まあ、さっき配ったコピーを中国の専門家たちが探してですね、使って、それで1981年に、この人里離れた山奥の中で何羽かのトキが生存しているということが発見されました。They discovered that 3 things were needed for this bird. 3つのことがこの生存のために必要だということが確認されました。They like to nest near a farmhouse. で、巣を作るのは人家のすぐ近くが好きだということ。Maybe there are fewer predators there. 多分人間に近いとそのトキを襲う動物があまり近づかないからではないかと。And they like to nest in a tree. それから木の中に巣を作るのが好きだと。And they like to feed in clean rice paddies where there's no pollution from agricultural pesticides or fertilizers. それからまた餌場としてきれいな田んぼ、ああいう地帯でですね、田んぼで、餌を取ると。それは農薬なんかを使ってないきれいな環境で、生きられるということです。And some of the birds fell out of the nest and they took them in captivity and they became very tame and they bred very, very well in captivity. で、これ捕獲して育てるということにも非常に順応性が高くてですね、地元の人たちは捕まえた鳥をあるいは卵を産ませてどんどん増やすということに成功しました。So the Chinese built a huge captive breeding center. で、巨大なそのブリーディングセンターを捕獲して育てるセンターを作りまして、And now they have more than 1,000 toki in captivity in China and more than 1,000 in the wild. それで今では中国で全土でですね、約1000羽ぐらいの飼育で育てられているトキがいます。それからさらに、野に放たれて野生化したものがさらに1000羽、今野生として生きています。My theory is that these birds evolved with humans, nesting near their houses, feeding in their fields. But when humans started to apply chemicals, they killed them. ですから私の考えでは、トキっていうのは人間と一緒にずっと長年にわたって生活し共存してきた。ですからそういう中で人間になって進化してきたといういきさつがあった。だから人間が近代になって農薬なんかを使った時にはまともにその被害を受けたと。それで絶滅したりしたという人間との接触が強かったための原因が強かったというふうに考えています。And birds from China have been given to Japan and to South Korea and are now breeding in captivity and being released into the wild. それでこの結果中国でたくさん増えましたので、それを絶滅した韓国と日本にですね、寄付を贈呈して、それをもとに日本で増やすことが始まったわけです。So, what wonderful stories you people can be proud of. ですからこの3種類の鳥が日本人の努力によってまた絶滅の淵から戻ってきつつあるということは非常に素晴らしいお話だと思います。This is a group of people who came to China, Korea, and Japan to see the birds with me during the past 3 weeks. で、この写真はですね、中国、韓国、日本とアメリカからですね、ずっと回って、それで最後北海道まで、数週間かけて、ごく最近数日前まで、一緒に旅行をしてた人たちのグループの写真です。
And we were thrilled to see your birds. で我々全員この北海道でこういう鳥を見れたということを非常に感動スリルを味わいました。And on our last morning, we got up in the darkness and went to this roost, and together with more than 100 people, freezing, were able to see this beautiful sight. 夜明け前にこうして場所へ行ってですね、寒いもう凍えるような思いをしながら鳥が出てくるのを待って写真を撮りました。And we will never forget our time here in Hokkaido. Thank you very much. 北海道での時間を皆さん絶対に一生忘れないと思います。エコトゥーリズムの一環として彼がここへアメリカから連れてきたグループですけども。And I especially want to thank Kuni Momose and his wife Ilya, who had the Red-Crowned Crane Conservancy, a non-profit organization in Kushiro to help the 特にです cranes. ね、この長年何十年にわたって桃さんご夫婦がですね、このレッドクラウンタンチョウ保存の会のNGO を作ってですね、研究調査活動されたそのおかげで、が大きくて、このタンチョウも今にあるということ、そして彼もこの協力ができたということをお礼をここで改めてしたいと思います。どうもご清聴 So my time is up. Thank you very much. Thank you very much.